竹久夢二作クリスマスの贈り物。ねえ母さん、みっちゃんはおやつの時2つ目の木の葉パンを半分頬張りながら母様に言いました。ねえ母さん。なあにみっちゃん。ね母さん、もうじきにクリスマスでしょ。ね、もうじきね。どれだけ？みっちゃんの年ほどおでんでしたら。みっちゃんの年ほど？そうですよ。じゃあ母さん、1つ、2つ、3つと。みっちゃんは自分の年の数ほどテーブルの上に手を挙げて指を折りながら勘定を始めました。1つ、2つ、3つ、それからね母さん、5つね、6つ。ほら、6つ寝たらなの？ねえ母さん。そうですよ。6つ寝たらクリスマスなのよ。ねえ母さん。まあみっちゃん、お茶がこぼれますよ。ねえ母さん。はいよ。クリスマスにはね、あたい何が欲しいだろう。ああ、みっちゃんはクリスマスの贈り物のことを考えていたの。母さん、何でしょう。みっちゃんのことだもの。みっちゃんが欲しいと思うものなら何でもくださるでしょうよ。サンタクロースのおじいさんが。そう？母さん、ほら、お口からお茶がこぼれますよ。さあ、ハンカチでお拭きなさい。何でもくださるでしょうよ。みっちゃん、何が欲しいの？あたいね、金の服を着たフランスの女王様とね、それから赤いほっぺをした白い絨毯と、それからおとぎ話の5本と、それからなんだっけ、それからピアノ、それからキューピー、それからまあまあ、ずいぶんたくさんなのね。母さん、もっとたくさんでもいい？よござんすとも。だけど母さんはそんなにたくさんとても覚えきれませんよ。でも母さん、サンタクロースのおじいさんが持ってきてくださるのでしょ。そりゃあそうだけれどもさ、サンタクロースのおじいさんもそんなにたくさんじゃお忘れなさるわ。じゃあ母さん、書いてちょうだいな。そしてサンタクロースのおじいさんに手紙出してね。はいはい。さあ書きますよ。みっちゃん、言ってちょうだい。ピアノよ、キューピーよ、クレヨンね、スケッチ書ね、切り抜きに手袋にリボンに。母さん、お家なんかくださらないの？そうね、お家なんか重いからね。サンタクロースのおじいさんはお年寄りだからとても持てないでしょうよ。ではピアノもダメかしら。そうね、そんな重いものはダメでしょ。じゃあピアノもお家もよさ。はっ、
さんが悪者になる時いるんだって言ったんですもの。ああ、悪者ですって。ね、みっちゃん、悪者なんかになるのは良くないのよ。それにね、もし二郎さんが悪者になるのにどうしてもピストルがいるのだったら、きっとサンタクロースのおじいさんが二郎さんに持ってきてくださるわ。二郎さんとこへもサンタクロースのおじいさん来るの？二郎さんのお家へも来ますよ。でも二郎さんとこに煙突がないのよ。煙突がないとこは天窓から入れるでしょ。そう。じゃあピストルはよすわ。さあ、もうお茶もいいでしょ。お庭へ行ってお遊びなさい。みっちゃんはすぐにお庭へ行って二郎さんを呼びました。二郎さん、サンタクロースのおじいさんにお手紙書いて。僕、知らないや。あら、お手紙出さないの？あたし母さんがね、お手紙出したわよ。ハーモニカだの、お人形だの、リボンだの、ナイフだの、人形だの、持ってきてくださるってくださいって出したわ。おじいさんが持ってきてくれるの？あら、二郎さん知らないの？どこのおじいさん？サンタクロースのおじいさんだわ。サンタクロースのおじいさんってどこのおじいさん？天から来るんだわ。クリスマスの晩に来るのよ。僕んとこは来ないや。あら、どうして？じゃあきっと煙突がないからだわ。でも母さん言ったわ。煙突のないとこは天窓から来るって。はあ、じゃあ来るかな。何持ってくる？何でもよ。ピストルでも？ピストルでもサーベルでも。じゃあ僕手紙を書こうや。二郎さんは大急ぎで家へ飛んで帰りました。二郎さんの綿毛を縫っていらしたお母さんに言いました。サンタクロースに手紙書いてよ、お母さん。なんですってこの子は。ピストルと靴と洋服と欲しいや。何を言ってるの？みっちゃんとこの母さんも手紙書いてサンタクロースにやったって。人形だの、リボンだの、ハーモニカだの。ねえ母さん、僕ピストルとサーベルとね。それはね、二郎さん、お隣のお家には煙突があるからサンタクロースのおじいさんが来るんですよ。でも言ったよ、みーちゃんの母さんがね、煙突がないとこは天窓がいいんだって。まあ、それじゃあお手紙を書いてみましょうね、坊や。嬉しいな。僕ピストルにラッパも欲しいや。そんなにたくさん欲張る子にはくださらないかもしれませんよ。だって僕ラッパも欲しいんだもの。でもね、サンタクロースのおじいさまは世界中の子供に贈り物をなさるから一人の子供が欲張ったらもらえない子供ができると悪いでしょ。じゃあ僕一つでいいや。ラッパ。ねえ母さん。そうそう、二郎さんは良い子ね。房のついたラッパよ母さん。赤い房のついたのをね。嬉しいな。
と、二郎さんの枕元には立派な黄色く光って赤い房のついたラッパがちゃんと二郎さんを待っていました。二郎さんは大喜びで母さんを呼びました。母さん、僕吹いてみますよ。ちってちってた、とってちち、とってち。ところがみっちゃんの方は朝を目を覚ましてみると、リボンと鉛筆とナイフとだけしかありませんでした。みっちゃんはストーブの煙突をのぞいてみましたが、他には何も出てきませんでした。みっちゃんは泣き出しました。いくらたくさん贈り物があっても、みっちゃんを喜ばせることができないのでした。みっちゃんはいくらでも欲しい子でしたから。竹久夢二作クリスマスの贈り物でした。ありがとうございます。じゃあ